こんばんは、ずんだもんです。今回は妖精の中田さんがこの頃見当たらなくなったかなと思ったら、なんか動くように調整できたみたいです。ずんだもんがやってみたら、なんとほとんど全部設定できちゃうのです。明るさもバッテリーもタッチパッドまで、さすが妖精さんです。ちょっと長いし前の設定法を見ないといけないけど、その分他の MacOS でもできちゃいますよ。お金なしのずんだもんでも勉強します、中田さん。今回も面倒なのは嫌なので、これは全部フィクションです。こんにちは、ずんだもんです。今回は妖精の中田さんが頑張ってやってみてうまくいったようです。ノートパソコンを完成度高く作り込むのはとっても難しいのです。でも妖精の中田さんは英語を読んで API というものにアプリでパッチを当てて作り直すことでうまくいったそうです。ごめんなさい。クローバーコンフィギュレーターについてはその0で説明しています。ハッキンツールについてはその2で説明していますので、それぞれ詳しい使い方は省略します。でもできるだけ操作部分は動画に撮っていますが、わからない場合は過去の動画を見てマスターしてください。よろしくお願いします。まずハッキンツールをダウンロードして使えるようにしましょう。きちんと使えるか試しましょう。ハッキンツールのおさらいです。お掃除をして消す。次にぐるぐるを押して存在する USB が出る。何か刺すと項目が緑に変わる。最後にスクルを押すと USB ポート KEXT ができるです。一度目に USB2.0 に挿すとこうなりました。 HS の1、2、6、7、8が有効です。そのためこのように HS3、4、5、9、10を無効にして再起動します。2度目に USB3.0 を挿した結果です。 SS1、3、6が有効になりました。最後はすべての USB2.0、USB3.0 をテストしてこうなりますので、作るボタンを押して KEXT を作成します。クローバーの USB インジエクトール KEXT を消去してできた USB ポーツ KEXT を入れます。これで以上のように USB が整理できました。なお USB ハードディスクにカタリナを入れた場合は全部のポートをテストできないので、内部ディスクにインストールしましょう。ヒントですが USB ポーツの中身の P リストファイルを変更することでも整理できます。次に妖精の中田さんが頑張ったというノートパソコン設定の醍醐味 API にパッチを当てます。これをすると前回使えてないバッテリ設定や
うすることで今のパソコンの ACPI ファイルが手に入ります。まずこの ACPI ファイルをデスクトップにコピーしちゃいましょう。いつも通りドラッグ&ドロップでいいです。次に IASL、ZIP ファイルをダウンロードします。このプログラムで一旦 AML ファイルを DSL というパッチできるファイルに変換します。次にターミナルで実際に変換コマンドを打ちます。ここでもタブキーによる保管機能が効いちゃうので、できるだけ楽しましょう。終わったら DSL ファイルをデスクトップに DSL という名前のフォルダを作って移動しておきましょう。ファインダで種類別にすると並びます。フォルダを作って簡単にドラッグ&ドロップです。次はパッチをするためのアプリMACIASL をダウンロードします。ちゃんと動くことを確認しましょう。次は T460 のパッチファイルをダウンロードします。ちょっとスペルミスしちゃいましたが、先にパッチとフォルダを作っときます。
古いファイルなので GitHub にあります。なくなると困るのでずんだもんのページにも載せときますね。一度 ZIP で全部ダウンロードしちゃいます。間違えないようにいらないものは消しておきます。パッチファイルはこれです。そこでこれから CIASL を使って実際にパッチをかけます。パッチをかけるのは DSD 機 DSL です。パッチに使うファイルはこの3つです。一つずつパッチをしていきます。もう一つです。最後に書き出しますが、ちょっと間違って DSL と AML の両方を出しましたが、ファインダの表示できちんと名前を変えました。ファインダで種類を見れば DSL か AML かがわかります。バイナリが AML です。次にグローバーに渡すパッチファイルを揃えます。おおむね SSDT の後に番号などがついたファイルが該当します。
起動のために必要な一部の AML ファイルはトルタニアにあるので、そこからダウンロードします。ダウンロードした2つの AML ファイルをパッチフォルダに入れちゃいます。最後はクローバーのパッチファイルにセットしちゃいましょう。全部をいっぺんにドラッグ&ドロップです。最後にきちんとアンマウントしましょう。再起動すると変わったのに気がつくはずです。バックライトの明るさ調整もできます。最後にバッテリーとトラックパッドの設定がうまく動いてるか見てみましょう。バッテリーについてもっかり機能しています。トラックパッドも設定が出ています。ただし専用のトラックパッドでないので2本指まで使えるようです。妖精の中田さんが頑張った甲斐があって、ここまで完成度が高いのはすっごいと思います。さすが妖精さんです。長くなりましたが